お気に入りのマシンを自由に走らせたい。タミヤの工作キットを無線化したい。今回はそんな時に便利な基板を開発するお話。ニコニコ超会議で販売したグランプリマシン。左右のモーターを制御、駆動するために、市販の小圧回路とモータードライバーを使用していた。動作的には問題ないのだけど、ハンダ付けに時間がかかってしまう。ので、小圧回路とモータードライバーが一体になった基板を開発する。流れとしては、基板設計ソフトで設計し、基板製造サービスで基板を作って、自宅で部品を実装する。ざっくりこんな感じ。というわけで開発を開始する。と言っても以前動画内で紹介した通り、超会議の前に大まかな設計は完了している。設計の要点としては、大きな電流が流れる部分は経路を太く、短くしつつ、キャパシタはなるべく IC の近くに配置した。ロゴ部分の周辺にパターンがないのは、マイコンの通信電波を遮らないようにするため。その他の細かい部分は長くなるのでカット。微調整したらこのボタンをポチッとな。ワンクリックで PCBWay のサイトにデータ送信できるので便利。前回発注した際には気づかなかったけど、基板の色を標準にすると、超緊急というのが選べるぞ。どんなもんか気になるので試してみよう。その他の設定は適当に選択。結果はこちら。なんと約21時間で生産完了している。とんでもないスピードだ。ただ通常の発注でも24時間で生産してくれるので、使いどころは正直わからない。そもそも通常発注ですら早すぎるんよ。そして3日後に到着。以前も同じこと言った気がするけど、発注から4日で手元に届くのシンプルにすごい。できた基板はこんな感じ。部品つけてないけどすでにかっこよく見える。さて、次はいよいよ部品を取り付けるのだけど、今回使うのは、こちらの機械、いわゆるリフローという手法に挑戦してみる。説明するのがめんどくさいので、早速始めよう。まずはこちらの穴が開いた金属の板、メタルマスクを使って基板にハンダを乗せていく。ちなみにメタルマスクは基板とセットで注文できる。ハンダはこのようなペースト状のものを使う。みんな大好きビッグカメラスイカを使って、いい感じにハンダペーストを伸ばしていくと、メタルマスクの穴部分だけにハンダが残るってわけ。ちゃんとできているかな？ちょっと熱い気もするけど、初めてにしては良さげな気がする。次はここに部品を乗せていく。試しに大きい部品を乗せてみよう。ちなみにこれはモータードライバー IC。大きい部品なので難易度は低いはずなのだけど、手先がプルプルして難しい。まあ慎重にやればなんとかなりそうなので、どんどん進めよう。と思ったら、やばいのが出てきてしまった。このチップ抵抗やたらと小さい。ゴマ粒よりもかなり小さい。不慣れなくせに調子に乗って小さい部品を選定してしまった。誰かのせいにしたいが。まあ嘆いても仕方がないので、ここは全集中で乗り切るしかない。逆にこのサイズをクリアすれば、他のキャパシタなどはイージーモードに思えてくる。時間がかかるので早送り。そんなこんなで全ての部品を載せることができた。そして試しにカメラなしでやってみたら、案外楽しく配置できた。ランナーズハイ的な現象か？何個か曲がっている部品もあるけど、後でどうなるかを楽しみ。いよいよハンダを溶かしていく。炉のスイッチオン。ただ単に温めるのではなく、温度条件を管理して温めるのが理想的。これまた時間がかかるので、クライマックスだけ見てみよう。おお。ハンダペーストが溶けると、表面張力で部品が勝手にいい感じの位置に移動する。これをセルフアライメントっていうらしい。最後に適切に温度を下げればリフロー完了。微妙なズレはあるけど、おおむね良い感じに部品を実装できた。念のためテスターで確認しておこう。異常はなさそう。そしたらミシン目から丁寧に切り離して、単面をヤスリで整える。基板を裏返して、M5 スタンプピコというマイコンボードを乗せ、ハンダ付け。ここはリフローしないの？と思うかもしれないけど、両面リフローはハードルが高いのと、マイコンボードを2種類の方法で配線できるようにしたいので、ここは手作業でのハンダ付けが必要。最後にピンヘッダーをハンダ付けすれば、
GP ユニット 1.0 ベータ版の完成。カバーをつけるとこんな感じ。旧式と比べるとかなりスッキリした見た目になった。グランプリマシンに搭載してテストしてみよう。ボディはハリケーンソニック。ちなみにマイコンから 5V 引っ張り出せば、LED を光らせることも可能。ヘッドライトといえばマグナムだけど、マグナムのライトは透明化処理をしていないので、透明化済みのソニックに仕込んだ。まあかっこいいのでよし。では走らせてみよう。ゴー。おー、ちゃんと走った。ドリフトで検証しているのは、通常走行よりもモータードライバーの負荷が大きいので、基板のテストにもってこいだから。というのもあるけど、シンプルにドリフトで遊びたかったから。やっぱハリケーンソニックのドリフトはたまらん。しかしこのフローリングは段差が大きいので、ちょいちょい引っかかるな。もう少し段差が少ない床だと、もっと滑らかなドリフトができるぞ。と言っても左右の回転差によるドリフトなので、実車の車とはちょっと動きが違う。個人的にはこの動き結構好きだけど、T1 とか好きな人からするといまいちかも。テスト基板で大きな問題はなかったので、量産基板を発注する。変更点は PWM 信号の初期接続先を修正したくらい。試作と同じく PCBWay に発注。量産品は基板の色を白にしてみよう。と思ったのだけど、PCBWay の中の人からメールが来て、保護膜が作れない部分があるとのこと。どうやら色によって保護膜の製造能力に差があるらしい。だから一般的な基板は緑が多いのか？ PCBWay は事前にデータチェックをしてくれるので、こういった失敗を未然に防げるのがありがたい。青なら問題ないとのことなので、基板の色は青に決定して、量産基板到着。中身は、大量の基板、勢いに任せて100個以上注文してみた。量産品は基板の色だけでなく、金属部分の表面処理も変更した。無電解金フラッシュという方式で、表面が平滑かつハンダ性が良いので、部品実装の信頼性が上がる。さらに酸化しにくいので長期の保管にも有利。あと見た目もグッド。弱点はシンプルにコストが高いこと。試作基板と同様にリフローで部品を実装。これにマイコンボードとピンヘッダーをつければ、GP ユニット、バージョン 1.0、完成だ。青基板もなかなかかっこいいぞ。ちなみに基板とマイコンボードを一体にせず、あえて距離を取って配線するのもあり。これによってマシンに搭載する際の自由度が上がり、ボディとの干渉が避けやすくなる。動画冒頭で述べた通り、このユニットは自作マシンだけではなく、市販の工作キットにも使用できる。例えばこちらのツイストクローラー。品質もよく組み立てやすいし、何より動きが面白い両キットなのだけど、リモコンが有線式なので、アンビリカルケーブルが絡まってしまったり、少し離れるだけで活動限界に達してしまったり、という弱点がある。ので、アンビリカルケーブルをカットし、S2 機電池ボックスを搭載。この電池ボックスは100円ショップの電飾から拝借したので、スイッチや配線の定格電流は不明。参考にする場合は自己責任でお願いします。そしたらピンソケットをハンダ付け。基板に直接ハンダ付けしても良いけど、着脱を考慮してソケットを使用。なお、電源の逆接続保護機能はついているけど、配線の接続間違いに注意。電池と GP ユニットを装着。これで無線操縦が可能になる。早速試してみよう。スイッチオン。グループスペアリング。発進。よし。動いた。これなら有線では絡まってしまうシチュエーションでも、問題なく走行できるぞ。それとオンオフ式ではなく、滑らかに出力を変化させることができるので、旋回の細かい調整が可能。モロチンバック走行もできる。活動範囲も進化。電波が届く限りどこまでも進むことができる。そしてソケット式にしておけば、GP ユニットを外して、他のキットに装着。スイッチオン。発進。簡単にユニットを使い回すことができる。あれ？こっちの方がやけに速度が速い気が。よく見たらツイストクローラーのモーターは、低回転タイプっぽいので、
電圧高めにしてみた。基板のスペック的には 5V まで OK なので、これで試してみよう。発信。おお、今度はなかなか良い感じ。ちなみに単3×3 本の電池ボックスは、秋月電子で160円で購入した。GP ユニットと工作キットと電池ボックスを使って、工作教室と障害物競争をやってみるのも面白そう。今回はオリジナル基板を開発。自作マシンから工作キットまで、幅広く使えるユニットに仕上がった。ちなみに USB シリアル変換モジュールなどを使えば、マイコンボード内のプログラムは自由に書き換え可能なので、スマホでモーター制御したり、センサーを使った自動運転なども可能。以前作ったプロトセーバーエボリューションも、もっと進化させることができそうなので、いずれ挑戦してみたい。おまけ。その後せっせと部品実装をしていたのだけど、10個を超えたくらいから集中力の持続が難しくなってきた。ハンダ付けの労力を減らすために開発したの。部品実装サービスを利用すればよいのでは？そう。PCBWay には基板製造だけでなく、部品を実装してくれるサービスもあるのだ。というわけで注文。部品実装込みなので3週間ほどで到着。おお、綺麗に部品が実装されている。最初から利用すればよかった。しかし基板も部品も大量に購入してしまったので、使い切るまでは地道にリフローしよう。